皆さん、こんにちは。ピピの日本語ポッドキャストの時間です。このポッドキャストでは、日本語を勉強している皆さんに向けて、日本の文化やニュース、季節の話などをできるだけわかりやすい日本語でお話ししています。今日のテーマは、スイカです。皆さんはスイカが好きですか？私は夏になるとスイカが食べたくなります。日本ではスイカは夏を代表する食べ物の一つです。スーパーに大きなスイカが並んでいたり、テレビでスイカの特集が放送されたりすると、ああ、夏が来たなぁと感じる人も多いと思います。でも皆さん、スイカについてこんなことを考えたことはありませんか？スイカはどうして中が赤いのでしょうか？外側は緑色なのに、切ってみると中は鮮やかな赤色です。今日は日本の夏とスイカについて一緒に勉強をしていきましょう。まず皆さんにクイズです。スイカは野菜でしょうか？それとも果物でしょうか？え、もちろん果物でしょと思った人もいるかもしれません。スーパーでもスイカは果物と一緒に売られていることが多いですよね。デザートとして食べることも多いので、私たちの感覚では果物というイメージが強いです。ところがスイカは少し面白い植物です。スイカはキュウリやカボチャなどと同じウリ科の植物です。日本の農林水産省の分類では、スイカは果実的野菜とされています。難しい言葉ですよね。果実的野菜というのは簡単に言うと野菜として栽培されているけれど私たちは果物のように食べているものということです。スイカ以外ではメロンやイチゴなどもこの仲間に分類されています。ですからスイカは野菜ですか果物ですかと聞かれたらどちらの特徴もありますと答えるのがいいかもしれません。では、今日の大きな疑問です。どうしてスイカの中は赤いのでしょうか？スイカの赤い色にはリコピンという成分が関係しています。トマトの赤い色でも有名な成分です。スイカが成長して熟していくと、このリコピンが増えていきます。そのため私たちがよく食べるスイカは中がきれいに赤色になります。ただし、すべてのスイカが赤いわけではありません。日本のスーパーでも時々中が黄色いスイカを見かけることがあります。初めて見た人は、これ本当にスイカと驚くかもしれません。でも、ちゃんとスイカです。同じスイカでも品種によって色や味に違いがあるんですね。日本のスイカの食べ方について話すときによく話題になるものがあります。それはスイカに塩をかけるという食べ方です。皆さんはスイカに塩をかけて食べたことはありますか？甘いスイカにどうして塩と思いますよね。もちろんすべての日本人がスイカに塩をかけて食べるわけではありません。
そのまま食べる人もたくさんいます。でも日本では昔からスイカに少し塩をかけて食べる人がいます。これは塩味を少し加えることで、スイカの甘さをより強く感じやすくさせることができるからです。日本語には反対の味を少し加えることで、元の味を強く感じさせることを対比効果と呼ぶことがあります。スイカに塩をかけるのもその一つです。でも塩をかけすぎると普通にしょっぱいスイカになります。もし挑戦するときは本当に少しだけにしてくださいね。日本の夏とスイカといえばスイカ割りを思い浮かべる人も多いです。皆さんはスイカ割りを知っていますか？海やキャンプなどで行われる日本の夏の遊びです。地面にスイカを置きます。そして一人が目隠しをします。目が見えない状態で棒を持って周りの人の声を聞きながらスイカのところまで歩きます。周りの人は右、右、もっと左、まっすぐ、そこ、そこ、などと言ってスイカの位置を教えます。そして最後に、えいと棒を振り下ろしてスイカを割ります。簡単そうに思えますが、目隠しをすると方向がわからなくなるので、意外と難しいです。全然違う方向に行ってしまう人もいます。それを見るのもスイカ割りの面白いところです。もしかしたら日本のドラマやアニメなどで見たことがある方もいるかもしれません。ここでスイカに関係する日本語をもう少し勉強してみましょう。まず、みずみずしいという言葉です。みずみずしいは水分がたっぷりあって新鮮な感じを表す言葉です。例えば、このスイカはみずみずしくて美味しいですということができます。次は甘いです。これは知っている人も多いと思います。このスイカすごい甘いというように使います。そして種です。スイカの中にある黒いものですね。種を取る、種を出す、種を吐き出すなどと言います。スイカ割りの他にスイカの種飛ばしといってスイカを食べて種を吐き出してその種がどこまで飛ぶかの距離を競う遊びもあります。日本を旅行した外国人の方が驚くことの一つに、日本の果物は高いということがあるそうです。スイカも大きさや品種、品質によってはかなり高くなることがあります。特に贈り物として販売されている高級な果物はとても綺麗な形をしていて値段も高いです。日本には果物を自分で食べるだけではなく誰かへの贈り物にする文化もあります。そのためできるだけ甘いもの、形が綺麗なもの、見た目が美しいものなど品質を大切にした果物もたくさん作られています。スーパーで気軽に買えるスイカもあれば、贈り物に使われる高級なスイカもあるんですね。
スイカはただの食べ物ではなく、日本人にとって夏の思い出と結びついていることも多いと思います。暑い日に家族でスイカを食べたり、海でスイカ割りをしたり、お祭りや花火を楽しんだり、風鈴の音やセミの声、花火、浴衣、そしてスイカ。こうしたものを見ると、日本の夏だなと感じます。食べ物には味だけではなく、その時の記憶も残りますよね。皆さんの国にもこれを食べると夏を感じるという食べ物はありますか？今日は日本の夏とスイカについてお話ししました。スイカは日本では夏を代表する食べ物の一つです。そして私たちは果物として食べていますが、分類の仕方によっては果実的野菜と呼ばれる面白い食べ物でもあります。赤色にはリコピンが関係して、日本では少しスイカに塩をかけて食べる人もいます。そして夏にはスイカ割りという遊びもあります。また今日学習した単語もぜひ会話で使ってみてください。皆さんの国ではスイカはどんな風に食べますか？スイカに塩をかけますか？そして皆さんの国の夏を代表する食べ物は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のピピの日本語ポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。